皆さんこんにちは。今日も幸せベジスープご覧いただきありがとうございます。料理研究家あるあるだと思うんですけれども、何か美味しいものを食べに行ったり美味しそうな商品があると自分で作ってみたくなるんですよね。再現してみたくなるんです。今日はこれ、濃厚ごま豆乳鍋スープ、なんか温まって美味しそうですよね。今日はこれの再現に挑戦してみたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。一度温めて味を見てみますね。とっても濃厚な感じしますよね。この鍋スープは不思議なんですけど、醤油も味噌も使用されていないんです。ちょっと飲んでみますね。味見してみます。そうか。例えれば濃厚なナッツタルトなのに生地が軽くて甘さあっさり、なんかくどくなくていくらでもいけちゃうみたいな感じですかね。この例えわかります？わかりました。この塩仕立てで作ってみます。この材料で作ります。お出汁の取り方は基本の和風だしという動画を見てくださいね。とっても美味しいお出汁が取れますよ。鍋スープのポイントになるごまペーストから作っていきましょう。ごまはすり鉢で少しねっとりするくらいにすります。そしてごま油を加えるんですが、めんどくさいっていう声聞こえてきました。もちろん市販のすりごまにごま油を混ぜるだけでも OK ですが、すりたてのごまの香りはとってもよくって、しっかりすったごまは市販のすりごまより細かくて出汁に馴染みやすいんですね。じゃあ練りごま使うのはどうと思われましたよね。もちろんそれもありなんです。でも私たちって普段使わない調味料買っても冷蔵庫にあるのを忘れませんか？私は練りごまをよく半分使ってはカピカピにして捨てること多かったので、練りごまよりこのごまペーストなんです。断然ごまの香りがいいですよ。次はだしに片栗粉を混ぜておきます。だしとごまペーストや豆乳をつないでくれる役目をしてくれます。火をつけていきます。最初にみりんだけを鍋に入れてアルコール分を飛ばします。次に片栗粉の入っただしをダマができないように混ぜながら加えていきます。塩やごまペーストも入れてください。ここでよく混ぜて一度沸騰させていただくと味がよく馴染みます。最後に豆乳を加えれば出来上がりです。こちらがオリジナルで、これが私が作ったごま豆乳鍋スープです。塩仕立てだと豆乳の風味も生きてきて、だしの香りも醤油や味噌を加えていない分ストレートに感じることができるんですね。この再現した鍋スープには片栗粉が入っているので、材料の辛みもよく薄味なのにしっかりと豆乳がまとわりついて満足感がありますよ。今日は定番の白菜、きのこ、豆腐、そして小松菜に豚肉、鶏肉を加え、さっと炒めたごぼうのささがきと梅に抜いた人参を加えました。寒くなるこれからの季節にぜひ作っていただきたいごま豆乳鍋スープです。最後までご覧いただきありがとうございます。
いいなと思ったら励みになりますので、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。詳しい作り方は下の概要欄にも載せております。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。